はい。じゃあ今日は、3GS の TSL 使って、流体のシミュレーションやってみたいと思います。で、こんな感じで、このパーティクルたちが、流体のような動きをするというような感じになっています。で、これは、どうやってるかというと、ちょっとざっくり、僕も全然専門ではないんですけど、いろいろブログ書いてくれてる人とかたくさんいて、ちょっとこの辺とか非常に分かりやすくて参考にさせていただいたんですが、概要欄にリンク貼っておきますけども、どうやらこの流体の動きっていうのはこのナビエストークス方程式というもので、表せられるみたいで、これを使って今シミュレーションを行っていくんですけども、これを使うどうやって使うかっていうと、これコンピューター上でどうやってシミュレーションしていくかっていうと、今回やってるみたいに、水を例えば、今回の場合は水、煙の時は煙だし、有限個の粒子だと仮定して、その粒子一個一個がどうやって動くかっていうのを、計算することによって、こんな感じの、よくYouTube とかにもたくさん上がってると思うんですけども、今回はこの粒子法っていう SPH 法という方法を使って、これを実現していくっていうような感じです。で、正直あんまちょっとちゃんと理解はできてないんですけども、もし興味あれば皆さん調べてみてください。とりあえず動くものは作ったというような感じなので、あんまりふわっとしたことしか言えないんですけども、はい。とりあえずやっていきます。で、あと何を言おうとしたんだっけ。このざっくりこのナビエストークス方程式ってどういうものかっていうと、その流体の動く時の加速度っていうのは、圧力とその粘性、ネバネバの粘性と、あとは外力、例えば重力とか、そういうものを足し合わせたものが、加速度になりますよっていう方程式になっています。それを使ってこんな感じのものを実装していくっていうような感じになってます。で、ちょっと今 TSL を今勉強してて、その勉強がてらちょっと実装してみようかなと思って今回やってみたんで、ちょっと変なコード書いてるかもしれないですけど、その時はコメント等でご指摘いただくと僕も勉強になりますんで、はい。ということで、早速やっていきますか。はい。じゃあ、プロジェクト立ち上げていきます。今適当なディレクトリで、エディター開いているような状況です。で、バイトを使ってこのフォルダ内に、プロジェクトを立ち上げていきます。ちょっとコピペで失礼します。こんな感じ。はい。で、よいしょ。はい。立ち上がりました。で、ちょっといらないファイル整理していきます。まず、main.js は、スタイルだけ残して全部消して、ハローワールド書いておきましょう。で、カウンターいらない。タイプスクリプトのアイコンいらない。で、パブリック直下にあるバイトのアイコンもいらない。で、index.html は、このファビコンの列いらないと。行。で、スタイルもちょっといじっていきます。全部消して、ボディの、マージン0、オーバーフローヒドン、バックグラウンドカラー、黒。こんな感じ。はい。で、ちょっと見てみますか。で、真っ黒になってて、ハローワールドと。はい。OK。じゃあ、ここに、3JS インストールしていきます。まずは3と、
あとはタイプスクリプト使っていくんで、タイプスもインストールしました。で、ここに、ちょっと 3JS の基本的なボックスだけ表示してみようと思います。とりあえず。で、ちょっと今、結構コピペというか、今画面外で、完成したプロジェクトがあるのを僕は見てるんですけど、ちょっとこれめんどくさいんで、ある程度コピペしていきますと。で、まずは、はい。まずは 3JS をインポートしていくんですけども、今回3/WebGPU からインポートしていきます。あとは、オービットコントロール使うんで、これもインポートしていきます。で、まずは、画面の幅、高さ、アスペクト比を、定義して、で、ちょっとカーソルが提案してくれてますが、これで、シーンと、あとはカメラ。で、カメラのポジションちょっと移動させていて、で、カメラをシーンに追加してます。で、レンダラーは WebGPU レンダラー使っていきます。で、サイズを設定して、ドキュメントボディにアペンドしていますと。で、今。そうですね。オービットコントロール。オービットコントロールを設定していきますと。で、ダンピングを true にして、で、この中に、適当な、とりあえず、動作確認なんで、適当にボックスを入れています。赤のワイヤーフレーム true。で、メッシュをシーンにアドすると。で、あとは、ここに、アニメートを、書いていくんですけども、こうかな。これいいのかな。なんかリサイズまで書いてくれちゃったんですけど、ちょっと待ってください。コントロールズドットアップデートのリクエストアニメーションフレームアニメート。はい。これでどうでしょうか。動きますと。で、リサイズだけ書いとくか。リサイズだけ書いておきますと。後でちょっとがっつり、変えちゃうんですけど、いいや、とりあえず、ハンドルリサイズ。はい。で、画面リサイズで画面の幅や高さが変わったら変えてくださいと。で、そうですね。カメラをアップデートして、レンダラーのサイズも変えてください。はい。で、window.add イベントリスナーのハンドル、リサイズ。はい。これで OK かな。はい、OK。はい。じゃあ、とりあえず、プロジェクトの立ち上げは完了です。はい。